こんにちは。本日はオランダを1日観光します。アムステルダムの空港からスタートです。午前中はアムステルダムの市内観光をします。午後はロッテルダムに移動して世界遺産のキンデルダイクに向かいます。まずはスキポール空港駅の荷物預かり所でスーツケースを預けます。こちらの階段下に手荷物預かり所がありました。1日12ユーロでした。荷物を預けたので交通機関の1日乗車券を購入します。ここのカウンターでアムステルダムトラベルチケットを購入しました。アムステルダム内の交通機関が乗り放題です。時間は午前8時過ぎ。まずはアムステルダム中央駅に向かいます。ちょうど列車が入線してきました。2と書かれた2等車両に乗り込みます。2等でも広くて綺麗で十分です。地下から出発です。すぐに地上に出ました。15分ほどでアムステルダム中央駅に到着です。オランダ鉄道は NS と言われ、黄色と青の車体が特徴です。一旦駅の北口に出てみます。自転車で通勤している人がたくさんいます。オランダは自転車専用道路がとても整備されています。横断歩道を渡るときは注意が必要ですね。駅の北口は運河になっていてフェリー乗り場があります。ヨーロッパは飛行機雲が多いですね。空がアート作品のようです。次に駅の南口に向かってみます。こちらが赤レンガ造りのアムステルダム中央駅の駅舎です。1889年にネオゴシック様式で建築されました。東京駅のモデルになったという噂もあります。雰囲気は似ていますが、よく見るとちょっと違いますね。駅前からはたくさんの路線のトラムが出ています。ヨーロッパのトラムはかっこいいですね。アムステルダムでは運河クルーズが有名です。中央駅から近いこちらのラバーズ社のクルーズ船に乗ります。9時発の1時間のクルーズのチケットを購入しました。17.5 ユーロです。こちらの船に乗り込みます。後部座席のみ屋根がなく景色がよく見えるので、皆さん後ろの席に集まっています。一番後ろの席を確保できました。お客さんの人数が増えるのを待ったため9時20分頃に出発です。天気は快晴で気持ちがいいです。オーディオガイドは日本語対応でイヤホンは貸してくれます。海に近い大きな運河からスタートです。だんだんと小さな運河に入っていき、航路が狭くなっていきます。小さな橋をたくさんくぐります。アンネの日記で有名なアンネ・フランクの家を通り過ぎます。埋め立て地のため地盤沈下で斜めになっている建物も多いそうです。旋回しながら運河を縫うように進んでいきます。遠くにマヘレの跳ね橋が見えます。
すぐ近くにも小さい跳ね橋がありました。こちらは中央駅近くにある聖ニコラス教会。中央駅まで戻ってきました。どこかのテーマパークのような風景ですね。約1時間のクルーズが終了し、スタート地点に戻ってきました。街や運河の様子が短時間で分かることができたので、とても良かったです。クルーズを終え、徒歩で散策します。とても綺麗な街並みです。旧市街は世界遺産にもなっています。ムルタトゥーという作家の銅像です。超小型の可愛い車を発見。スイスのマイクロリーノという車らしいです。先ほど船から見たアンデ・フランクの家まで来ました。こちらはとても人気で、入場券はかなり前から買わないと入れません。今回は観光時間が限られていたため、最初から入場は諦めてました。次回来ることがあれば入場して見学したいです。近くにはアムステルダムで最も高い塔である西教会が建っています。さらに徒歩で移動してダム広場にやってきました。旧市街の中心地です。こちらは王宮です。当初は市庁舎として建てられました。残念ながら塔の部分が工事中でした。次はアムステルダム国立美術館に向かいます。徒歩だと少しだけ遠いので地下鉄に乗ってみます。ロキン駅からビージェルグラッチ駅まで1駅だけ乗ります。車内はとても綺麗です。1日乗車券は都度切符を買う手間が省けるので楽ですね。駅から5分ほど歩きます。アムステルダム国立美術館が見えてきました。入場チケットは事前に購入しておくことをお勧めします。今回は11時入場のチケットを事前に購入済みです。25ユーロでした。時間指定のため混雑なくスムーズに入場できました。本来は1日かけてじっくりと見学したいところですが、今回は時間がないので主要な作品のみをざっと見学します。とても広いのでパンフレットに掲載されている有名作品を中心に見ていきます。パウル・ハブリエルの風車の作品、テレーズ・シュワルツェの犬を連れた若い女性、フランシスコ・デ・ゴヤのドン・ラモン・サトゥエの肖像。こちらはゴッホの作品です。隣に灰色のフェルトハットをかぶった自画像の作品です。2階の栄誉の間には有名作品が多く展示されています。この美術館にはフェルメールの作品が4点あります。こちらは聖衣の女、小道、恋文。こちらは有名な牛乳を注ぐ女。いずれもフェルメールブルーが鮮やかです。ユディト・レイスターのセレナーデ。レンブラントのアムステルダム織物組合の見本調査館。レンブラントのユダヤ人の花嫁。そしてこの美術館の一番見どころの作品が奥にあります。レンブラントの夜景です。ガラス張りの空間で修復が行われながら展示されています。想像よりも大きくて迫力がありました。綺麗なステンドグラスもありました。もっと見学したいですが、次があるので約1時間の見学で外に出ます。
国立美術館を後にして次は近くにあるゴッホ美術館に向かいます。ゴッホ美術館は歩いて5分ほどの距離です。こちらも事前に時間指定のチケットを購入済みです。12時の予約でチケット料金は24ユーロでした。こちらも並ぶことなくスムーズに入場できました。館内は動画撮影禁止のため写真でのご紹介となります。エントランスは開放的でとても広々としています。見学前に手荷物をロッカーに預ける必要があります。見学スタートです。ここでもあまり時間がないので足早に見学します。まずはゴッホの自画像シリーズです。ゴッホはたくさんの自画像を描いています。全部で30点以上の自画像が存在するそうです。この美術館にもたくさんの自画像が展示されています。この灰色のフェルトハットをかぶった自画像は有名ですね。次にジャガイモを食べる人々。日本の浮世絵に影響を受けた花魁、ゴッホの寝室、アルルの跳ね橋、花咲くアーモンドの枝。この作品も浮世絵に影響を受けたと言われています。そしてゴッホといえばこちらのひまわり。7点制作されて現存する作品は6点です。こちらのアイリスも色鮮やかで美しい作品です。ゴッホの年表がありました。37歳という若さで亡くなっています。1時間弱で回りましたが、主要な作品が見学できて満足です。ショップにはいろいろなゴッホ関連グッズが売っていました。ゴッホ美術館を出ました。これからアムステルダムを離れてロッテルダムに向かいます。まずスーツケースを預けた空港駅に戻るためトラムに乗ります。そしてアムステルダム南駅に向かいます。アムステルダム南駅に到着しました。オランダ鉄道でスキポール空港駅に向かいます。空港駅に戻ってきました。預けたスーツケースを受け取ります。13時22分発のインターシティダイレクトに乗り込みます。2等車で料金は 15.4 ユーロでした。なお空港駅とロッテルダム中央駅間にはさらに追加料金が3ユーロ必要です。車内にはスーツケース置き場があります。ロッテルダム中央駅にはノンストップで27分で到着します。すぐにロッテルダム中央駅に到着しました。綺麗で大きな駅です。改札を出ます。インフォメーションセンターで1日乗車券を購入します。14.5 ユーロでした。このチケットでキンデルダイク行きの水上バスも乗れます。ロッテルダム中央駅は宇宙船のような形をしてかっこいいですね。トラムでホテルに移動して荷物を預けてからキンデルダイクに向かいます。どの町のトラムも綺麗で便利ですね。トラムを降りて歩きます。ロッテルダムはとても整備された街並みです。ホテルはこちらのアンプラッグドです。部屋はシンプルでモダンなデザインです。1泊約1万7000円でした。荷物を置いてキンデルダイクへ行く水上バスの乗り場まで歩きます。約20分歩いてニューエマース川に出ました。こちらが水上バスのエラスムスブルグ駅です。
14時55分発の21番の水上バスに乗ります。こちらの水上バスに乗り込みます。船内は広くはありませんが、とても明るくて景色がよく見えます。出発しました。スピードは結構速いです。船の後方は外に出られるので眺めが良いです。オランダの国旗がなびいています。途中で2駅ほど止まりました。約45分でキンデルダイクに到着です。15時40分頃に到着しましたが、帰りの水上バスを待つ人で混雑していました。道路を渡った場所にキオスクの建物があります。こちらでチケットを購入しました。19.5 ユーロです。キンデルダイクは風車を見るだけなら無料で楽しめます。風車内の見学や観光ボートの乗船にはチケットが必要です。まず橋を渡って対岸に行ってみます。排水を行うためのポンプ場があります。大きな排水ポンプが見学できます。この観光ボートに乗って奥の方まで行きます。1番の乗り場から乗船します。出発しました。風車が見えてきました。これぞオランダという景色です。近くで見ると大きいです。ほとんどの風車は動いていません。一番奥の船乗り場で降りました。ここから先は徒歩で散策できます。奥にも風車が点在しています。風車は全部で19基あります。橋を渡って内部が見学できる風車に向かいます。こちらの回っている風車内には入ることができます。真下から見ると迫力があります。風車内には昔の住居の様子が再現されていました。ベッドがありましたがかなり狭いです。徒歩で入り口方向に戻ります。内部が見学できる風車がもう一つあるのでそちらに向かいます。こちらの風車内にも入ってみます。内部は狭くて階段はかなり急です。風車の力で歯車が回っているのがよくわかります。このようにして動力が生まれているのですね。約1時間で見学を終えて徒歩で水上バス乗り場に戻ります。入り口付近に戻ってきました。大きな器物の置物があります。ロッテルダム市内に戻る水上バスはこの時期は17時が最終便でした。ギリギリ乗船に間に合いました。約40分でロッテルダムの船乗り場に到着しました。この後は奇抜な家として有名なキューブハウスに向かってみます。メトロのベルシュという駅まで歩いてきました。1日乗車券で乗車します。すぐ隣のプラーク駅で降りました。地下から上がるとすぐにキューブハウスがありました。近くで見るとなぜどうやって建てたのかが気になります。この建物には実際に居住している方がいるそうです。有料で内部を見学できますが、すでに営業時間が終了していました。時間があればぜひ内部を見学してみたいスポットです。すぐ近くにはマルクトハルという商業施設があります。こ
これも斬新な形の建物です。一方、この隣には聖ローレンス教会があります。近代的な建物が多いロッテルダムの中で唯一残っている中世の建物です。マルクトハルの中に入ってみます。横を見ると住居になっていますね。中に入ると壁や天井は壁画になっていました。世界最大のアート作品とも言われているそうです。1階には飲食店がたくさんあります。移動や観光で1日忙しかったので昼食を食べていませんでした。どこかのお店で夕食にしようと思います。魚介類が食べたかったのでこちらのお店に入ります。フィッシュ&チップスや生牡蠣もあります。オランダといえばハイネケンなのでまずは一杯いただきます。ハーリングというニシンの塩漬けも有名なので注文しました。生臭さはなくとても美味しいです。生牡蠣も注文しました。小ぶりですがとても新鮮でした。こちらはタラのフィッシュ&チップスです。オランダ最古のビール会社グロールシュのビールもおかわりしました。お腹も満たされたのでホテルに戻ります。外に出るとハートのイルミネーションが点灯していました。ということでアムステルダムとロッテルダムの主要な観光地を1日駆け足で回ってみました。1日でいろいろな場所を見学できてよかったのですが、ちょっと疲れました。次の日はベルギーに移動する予定です。